市場行ってフルーツを仕入れてみたいな感じですね。普段お店で使っているフルーツを前日の夜に注文入れて朝入れてもらうという。特にここの川越市場は、東京の大田市場から持ってきてっていう市場なんで、だから皆さんがイメージしているようなこうわんさか人が集まって物が揃ってる市場とはまたちょっと違った地方の市場っていう感じですよね。でまあ、いつも行きつけのフルーツ屋さんと、まあ、今日卵も買うんで卵1ケースとちょっと買いに行きましょう。まあ、市場なんで朝だけこう賑わってる感じで、まあ、昼過ぎにはもう静かになってるような場所です。今ちょっと旬のフルーツっていうと、まあ、これから白桃とかぶどうとかシャインマスカットとか、まあ、旬になっていくんですけど、この辺がだいたい今スイカですとか桜桃ですね。シャインマスカットが今出始めたところですかね。桃も今まだハウスものなんですよ。でうちで使ってるのは、まあ、和歌山産の、農園さんから、無農薬の桃をいただいたりとか、だんだん桃も南から始まって北上していくわけで、できるだけ皆さんに美味しい桃が届けるように、まあ、そこの地域にこだわらずにいろんな地方の美味しい桃を使うように、工夫してますね。今旋回してるんですよね、紙が。剪定とかはフルーツ屋さんが全部こういい状態のものを揃えてくれてるので。はい、ありがとうございます。今日は結構な量なんですけど、バナナとこういった感じですね。桃とグレープフルーツとあとイチゴ、ちょっともうアメリカのイチゴになってしまうんですけど、これを今日はでうちのお店の卵の場合は、まあ、使い分けをしてまして、スポンジとかこうロール生地とかこうなんですか、ふわっとさせたい場合、要は気泡を入れたい場合はフレッシュの卵をなるべく使うようにして、その他プリンとかにはなるべく冷凍の卵黄とかパックで入っているような卵を使い分けして、それは何でかっていうと、まあ、例えば卵黄の色だったり卵の状態を安定させるためにやっぱりそっちの方が味も安定するのかなっていうところで、そういうふうに使い分けしてます。ケースお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。やっぱり自分がこう培ってきた中で、まあ、最初は個人店からスタートはして、そのお店もね、ケーキ屋さんの中では有名店であって、その後はもう会社の中のレストランだったりパティシエ部門っていうんですか、そういうところで働いてたんで、やっぱりフルーツ屋さんとか業者さんとのやり取りはプライベートのことはなしで仕事の話とかその材料の話しかしてなかったんだけど、こうやって自分が個人のオーナーになってやっぱりその業者さんと話す中でプライベートだったり、今度何がこの辺であるんだよとか、そういう情報の方がもしかして大事なのかなっていうところに今になって気づいたのかなっていうところですよね。フルーツによってはこうなんか追熟っていうんですけど、例えばマンゴーとか、あとなんだろう、桃もそうですけど、あとバナナも
実はこうちょっと常温に置いといた方が熟れてくるっていうフルーツもあるんで、美味しい状態になってから使うとかっていうのもこう工夫してます。普通こんなに高温で焼かないんじゃないかって、プロの人は言うかもしれないけど、それも一種のこだわりで、シューの生地っていうのは特別でして、特別ではないのかな。自分のこだわりかもしれないけど、昔からのやり方なんだけど、下からの熱でペタンってなってのが膨らんできて、それである形まで来たら余熱で焼くっていうようなやり方でやってます。オープンの時にどんなシュークリームしようかなっていうことでいろいろ悩んで、シンプルが一番いいんだけど、シンプルだけじゃ面白くないんでやっぱり食感が欲しいよねっていうことで、うちはサブレのシュークリームにしてます。シュークリームの生地の上に、これはクッキーのサブレです。クッキーサブレ。うちの場合はきび砂糖を使ってるんで、ちょっとほんのりちょっと味がコクがある。焼き上がるとこれにくっついて焼き上がるっていうことです。25分。このまま入れておきます。使ってるクリームは基本的にクレームシャンティーって言って、生クリームと、あとクレームパティシエールって言ってカスタードクリームの2つだけです。強火の熱で加えて短時間で作るんで、うちは銅鍋を使って熱伝導のいいものを使うようにしています。乾燥しやすいんでラップをしておきます。こだわり点としては、いろんなカスタードクリームを作ってきたんですけど、その中でも日本人に一番合ってるかなっていうような配合を自分で見極めたところですね。卵黄の色だったり状態を安定したものを使いたいんで、こういう冷凍卵黄を使ってます。で小麦粉だけだともう本当にボソボソしたようなクリームになってしまうんで、小麦粉と同量のコーンスターチをうちは使ってます。コーンスターチでとろみだったり滑らかさが出るんで、これは小麦粉とコーンスターチを一緒にふるっておきます。こういう状態ですね。こちらに半分と、今砂糖と牛乳の状態です。フランス語で言うとブランシールってよく言われるんですけど、砂糖と卵黄をよく混ぜて白っぽく空気を加えるっていう作業のことをブランシールって言うんですよ。アングレーズソースとかカスタードクリームの作業の一つの大事なポイントだと思います。で、こうよく混ぜたら、これでちょうど時間で形になったところで、ちょっと温度下げて余熱で焼き上げます。牛乳を加えて水分を加えてあげます。こういう感じでちょっと柔らかくします。一回火を止めて、でこう流してください。これがサラッとした瞬間が来るんで、それぐらいまでは火を入れて。
空気を入れないように。でこれで急速冷凍で冷やします。火が入ってない状態で出しちゃうとどうなるかっていうと、シューってしぼんでしまいます。ではこんな感じです。食感も薄くなって美味しくなくなってしまうんです。ある程度粗熱が取れた時点で冷蔵庫で移動して、これはピンクグレープフルーツのゼリーとヨーグルトのクリームが下に入っている。埼玉県のうるち米を使ってやってる。米粉を使うことによって結構ソフトな食感だったり、時間経ってしまうとボソッとしてしまうのは欠点なのかもしれないですけど、例えばアレルギーの人が食べれたりとか、もちろんスポンジ生地は小麦粉なんで食べれないと。やっぱロールケーキだったら大丈夫ですよっていう感じで、そういう方にも安心して買えるのかなっていうところで、ロールケーキもいろいろ今バラエティー溢れて、これも全部ベースは米粉を使ったところにアレンジしながらやってる。これはコーヒークリームをちょっと作ってみます。コーヒーの米粉のロール生地にマスカルポーネのムース、ティラミスなんで、平型の口金でこう周りを絞ってあげて、蜂蜜レモンのロールケーキ。これはちょっと卵黄多めな生地なんでちょっと黄色くしてあります。某100円ショップで見つけたこういう蜂の巣模様のやつ。これをココアパウダーちょっとこうつけて押し付ける感じでグリーッとこう。そういったところで何でもこう楽しみながらやるっていうのが大事なのかもしれないですね。ゼリー作ってるんですけど、水にレモンの皮入れて香り付けしてる感じです。この作業は、砂糖と今アガーを一緒にこう混ぜてるわけですね。単体で入れるのと違って粒子がこう細かく分散されるんで、液体に入れた時に固まりにくくなるっていう。沸いたところにとろみが出てくるんで、これ再沸騰させます。四分にしろ。
かこう蜂のお尻のようなイメージじゃないけど夏をイメージしてるんで、こういうひまわりみたいな。お尻からビューって出てくるぐらいが満タンの目安です。うちの場合だとバターとラード。なんでかっていうと、バターは風味と味はいいんだけど、形が綺麗にこう伸びにくいんです。でその代わりラードを入れることによって生地が柔らかくなりやすい。生地も美味しいし、両方クリームも美味しいって両方楽しめるシュークリームにしてあります。必ず売れてる桃を使う。売れてない場合はじゃあどうするかと追熟と言いまして、そのまま常温に置いとくなりして売れるまで待つと。種取りってあんまり知られてるようで知られてないかもしれないけど、なるべく実を切らないように種の部分だけをこうちょっと切り込み入れて、種を挟んでちょっとグリグリ回すと取れる。で中空洞になる。これ実が熟れてる状態じゃないとやるだけ無駄なんで、桃1個無駄にしてしまうんで、必ず熟れてる桃を使ってから始める。種も結構でかいんでうまく取ってあげます。そしたらこれをお湯に入れます。で、鍋の大きさにもよるんですけど、これだったら2個ずつぐらいこうボンって入れて、あんまり入れすぎると実がべちゃべちゃになってしまう。これも実が熟れてる時と熟れてない時の火の入り具合も変わってくるんで、熟れてる時はもうすぐ氷水に入れる。もう氷水じゃないときれいに熱が取れないんで。の両親が創業当時から販売しているお菓子で、ベースとなっているものはスペインにある郷土菓子で、ポルボローネっていう修道院で作られたお菓子ですね。お抹茶と一緒に食べる方とか好きな方にはハマるようなお菓子ですね。ただこう壊れやすいっていうところが唯一の欠点なのかもしれないですけど、食べた時にほろっと崩れてしまうようなこう食感なんですよね。さっき火入れたものを仕上げていきます。これの皮を剥きます。これが桃が熟れてないと皮は剥けません。この剥く瞬間は結構ね、こう気持ちよかったですね。で、白桃のゼリーを冷凍したものですね。で、解凍されると普通のゼリーになります。で、これと同時に、これは赤い果実のジュレになってソースですね。ソース。接着用のクリーム。
このままタルトの上に乗せると。こういう状態ですね。で、これのまま置いとくと、どうしても桃酸化してこう茶色くなったりするんで、色付きのナパージュはこういう感じで周りにコーティングします。こういう感じですね。半分仕事が趣味みたいな。家族全員がお菓子一家だったので、必然的になんかこうお菓子作りの方が向いてるのかな、ケーキ屋一本で食べていこうっていうことを早いうちに決断できたこともいい方向に流れたのかもしれない。自分にとってはいろんな人に巡り会えたってこともあって、最初の洋菓子店で作るだけじゃなくて、裏方もそうだし、販売もやりましたし、お店やること全部やりきったんですよね、28歳の時に。でその時に、じゃあいざ次どうしようかなっていう時に、上司の方にフランス行ってみたいってことを伝えると、絶対行った方がいいって、一言で言われましたね。やっぱ不安がいっぱいで、腰が上がらなかったんですよね。でもその時も言われたことは、そんなの行ってみないとわからないって言われましたね。ただ行かないでおくと、自分が年取った時に後悔するぞってことを言われました。行く直前まで不安抱えながらフランス語を必死に勉強して。でも実際行ってみると、全然通じません。で、そういうふうに行ってみて気づくことがいっぱいあると思う。でもまたそれはそれで、通じなかったらじゃあどうしようって自分で考えるんで、日本語できる人いないかなとか探すとか、そこでまた出会いが生まれたりとか。だから実際留学したからじゃあお菓子ができるようになったかっていうと、それはまた話は別で、文化だったり、その人の付き合い方だったり、いろんなことが学べると思うんで、自分は行ってよかったと思います。これはアップルマンゴーですね。2年半ぐらいかな。もう行ったのが28の時だったんで、行った時はリヨンっていう町に行って、リヨンにある大学、働いてたのはルマンっていう自動車レースで有名なルマンっていう町に引っ越しして、でそこで働いてた感じですね。言葉できなくても仕事さえちゃんとできれば認めてくれるんですよ、結構海外。だから
日本の文化のいいとこを教えたりとか、日本のカレー作ってあげたりとか、あとなんだろう、すき焼きも作ったな。プリンとシュークリーム、みんな家族も大で美味しいって褒めてる。でうちはちゃんとオーブンで湯煎で焼いてます。クリームは牛乳だけじゃなくて生クリームも入れてちょっとコクを出すと。あと卵黄はちょっと色のしっかりした冷凍の卵黄なんですけど、殺菌のところとか気をつけるようにしてる。砂糖半分ずつぐらい。まだ今39度ですね。バニラペースト、裏ごします。よく酢が入るとかいろいろ言い方いろいろあるんですけど、プリンってこう下からの熱と上からの熱が同じ状態で均一に入っていかないとバランスよく固まらないんです。温度バランスが状態がいいとここの中に気泡が入りにくかったりとか綺麗に焼ける秘訣なんですよ。だからお湯を張って柔らかい火で下から熱が来ながら上からも柔らかい火で来るのが一番理想的な。この生地が熱すぎてもいけないわけですよね。で冷たすぎても良くない。40から45度ぐらいがちょうど理想的なんじゃないかな。蓋をします。傾けてちょっと緩いかなぐらいなんだけど、これはもう余熱で固まるんで、もうあと火切って少し入れてみます。でもほぼ出来上がりです。まず粉を入れます。粉を入れて、そこから素早く混ぜていく。下から上に粉を持ち上げるようなイメージで混ぜます。気泡が潰れないうちに粉をうまく混ぜたり。気泡が潰れたらもう粉はどんどん入っていかないんで、バターに生地を混ぜてあげて、あらかじめ生地を混ぜ込んだものを入れてあげると合わさりがいい。流し入れます。でここからはゆっくり丁寧に合わせてあげる。こういう感じですね。生地がこうつながってれば大丈夫です。
きび糖って、まあ、サトウキビの砂糖ですね。バターを入れます。こういう感じで終了です。まあ、簡単に言うとメレンゲ加えて生クリーム加えてゼラチン加えたのが大体こうフルーツのムースだったで、チョコレートのムースの場合は、まあ、それが、まあ、いくつかこうバリエーションがあるんですよ。今回作るチョコレートはパータボンブって言いまして、卵黄に煮詰めたシロップを入れて空気を一緒に加える。でそこにゼラチン入れて生クリーム入れたようなムース。キャラメルの生地になってます。卵黄だったのがこれぐらいふわっとした感じで、こうゼラチンの溶かしたものを加えて。チョコレートに加えていきます。ソテーしたバナナを並べていきます。これの部分を出します。
の状態で一回冷凍します。いや、俺もそんな飲まないですけど、でも酒好きにはたまらないから。クリームチーズに燻製がけして、でそれを使ったチーズケーキ。なんてことない断面なんですけど、今日その燻製がけのところをやってみましょうか。試行錯誤したんですよね。まあ、いわゆる今回父の日、去年もやろうとしたんだけどなかなかうまくいかずに、今年はちょっとこう再チャレンジっていう形です。まあこれも好みなんでね、全員が全員好きかどうかわかんないんだけど、お酒飲んだりする人にはいいかな。溶けたりはしないんで。弱火で1時間ぐらい。香りを口の中で残すっていうのはこういう燻製とかさ、いいと思うんだよね。これはラム酒のひかしたクリームを作りたいんで、これは今カスタードクリームにラム酒と砂糖を入れました。ちょっとこう滑らかにします。もう一段足します。高さを作って、さっきのクリームを流し込みます。いらっしゃいませ。チョコレートはやっぱりその時の日本ではなかなか普通のケーキ屋さんではあんまりボンボンショコラとか作ってなかったんで、だから新しいケーキを積むためにはやっぱりフランス行ってしかできないようなことをやりたかったんで、まあ、そこはケーキ屋さんじゃなくてショコラティエで働いてみたいっていうところだったんでしょうね。こういう感じですね。色が結構こんな感じになってます。お家が近くてずっと来てみたいなって思ってて、2つ買いました。あと焼き菓子。ありがとうございます。ショートケーキとチョコを2つ心の中でそうですね、なんかイベントの時は何か作ってますね。まあ定番商品もありますけど、普段置いてないものを何か何種類か置いて、3、4人の家族、3人ぐらいなのかな、今平均すると。3人でホールケーキ買うのでかいなっていう人には、ちょっと小さめでも大きいタイプのケーキとかを
用意してあげるとか、何かそういう工夫はしてますよ。もちろんホールケーキ買ってくれた方がこちらとしてもありがたいですけど、でもそれだけじゃなくて、まずこのモンペリエのケーキを買ってもらうっていう、買って食べてもらうっていうところを目指しながら作ってますね。